皆さん、こんにちは。2分で学ぶ解剖学ナビゲーターのドクタームクです。今回は胸部の解剖超入門ということで、胸部の解剖の全体像を見ていきたいと思います。胸部は不規則な円筒形をした領域になっておりまして、上の方は比較的狭い開口部、胸郭上孔で頸部に続いていますね。そして下の方は広い開口部で胸郭下孔、これが横隔膜によって閉ざされています。押さえておくべき主な構成要素は胸壁と胸腔です。まず胸壁は胸郭の壁でありまして、後ろ側脊椎と、そして横肋骨、そして一番前胸骨、そして周りの筋からなるのが胸壁です。で、胸壁それ自体が動くことができる構造になっていまして、可動性があるんですね。さらに、胸壁の骨格は様々な筋の付着部、頸部、腹部、背部、上肢の多くの筋の付着部にもなっています。次に、胸腔です。胸腔には胸腔は胸壁と横隔膜に囲まれた空間、ここですね。ここです。が胸腔でして、この胸腔は左右の胸膜腔と真ん中の縦隔、この3つの区画に分けられます。左右の胸膜腔には肺が入っています。真ん中の縦隔には心臓、食道、気管、そして主要な神経や血管が位置しているんですね。では、機能の面から、胸部の構造を見てみたいと思います。胸部には次の3つの機能があります。まず1つ目、呼吸。2つ目、生命維持に関わる器官の保護です。そして3つ目、さまざまな構造物の通路になっています。はい、それぞれ見ていきましょう。まず1つ目の呼吸ですね。胸郭下孔に横隔膜が上に凸のドーム型のキーとしてありますが、この横隔膜の上下運動や肋骨の動きによる胸壁の運動が胸腔の容積を変化させ、これが呼吸のための重要な要素になっています。そして2つ目、胸部はその中に心臓や肺、そして大血管ですね、を収めていまして、それらを保護しています。さらに、この下にある横隔膜が上に凸のドーム型をしていますので、肝臓や胃、脾臓、腎臓などの腹部器官の一部も胸壁によって保護されているんですね。そして3つ目、構造物の通路となるということ。胸部の真ん中の領域である縦隔には様々な構造物が通っている。ここが通り道になっているんですね。例えば、食道や迷走神経は、頸部から縦隔を通って腹部の方へ向かっていきます。他にも、胸管、横隔神経、気管、大動脈、上大静脈などが縦隔を通る構造物です。ということで、今回は胸部の解剖、その構成要素と機能の面から全体像をざっくりと解説してみました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまた。